皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はみんなで選んだズネトップ7を解説していきますよ。前回好きなズネはどれというアンケートを取ったんだよな。そう、その中で人気のトップ7を紹介します。一体一番人気は誰だったのか気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では、早速授業開始です。それではズネ人気ランキング第7位はクラウンピースです。東方漢樹伝御免ボスを務めたキャラだよな。そう、そしてエクストラステージボスであるヘカーティアの部下であり、地獄の妖精、実力主義の地獄で上位に組み込むほどの強さで、その実力はなんと東方史上トップクラスの実力を持つヘカーティアにも一目置かれています。強さを象徴するためか弾幕もめちゃくちゃ難しくなっていて、みんなのトラウマと言われるほどなんだぜ。彼女の特徴としては金髪ロングヘアで目の色は赤がかった紫色。体のサイズは同じ妖精のチルノやサニーミルクラとほぼ同じで、玉が3つついた紫色に水玉の帽子をかぶり、首元にひだ襟のついた、青地に白い星マークと赤白のストライプの服を着ていてまさに、アメリカンガールを彷彿とさせていますね。あれアメリカだったのか。てっきりオーストラリアの国旗だと思ったぜ。いや全く違うよね。右側がしましまストライプ、左側が星ですが、カラータイツは逆に右側が星、左側がストライプとなっています。靴は履いていなくて、足までタイツとなっていますね。そして、やはりクラウンピースといえば妖精らしい無邪気なスマイルです。めちゃくちゃ可愛い。また、目を細めて少し見下した笑顔も素敵です。東方外来編でのズンさんコメントによるとかなりデザインは悩んだらしく、妖精はもともと頭にあったらしいですね。また東方大好きでその影響を大きく受けたことでも知られる、アンダーテールでおなじみトビー・フォックス氏との対談でこのデザインについて質問された際、神主は月の都は中国のイメージで、それに敵対する連中といえばアメリカというノリでデザインしたと語っていました。ズンさんそれちょっとまずいイメージなんじゃ。二次創作ではタイツを履いているのですが、ニーソックスを履いているものとして描いているイラストもありますよ。それにしてもあのタイツで膝枕してくれたらたまりませんよね。逆に興奮して寝れへんわ。なんとか永遠の眠りにつければいいのにね。それではズネ人気ランキング第6位はレミリア・スカーレットです。二つ名は永遠に赤い幼き月。レミリアは吸血鬼でものすごい力を持っているんだが、弱点として日光に弱いため幻想郷に霧をかけた公務異変の犯人なんだぜ。人間で言えば10歳にも満たないような背の高さですが、背中に大きな翼、通称悪魔羽を持つためシルエットは大きいです。なぜ幼い姿の女の子にしたかというと、ズンさん曰くギャップを作るためとのことです。神主ズンさんはギャップ作りの天才だからな。ズンへの立ち絵はコウマ教とエイヤ賞がありますが、コウマ教はラスボスらしい立ち振る舞いですね。またエイヤ賞ではかなり丸くなっていて、表情も豊かでこちらが人気が高いんだぜ。青みがかった銀髪ウェーブのかかったミディアム程度の髪が特徴。青髪に真紅の瞳も素晴らしいですね。身長はマリサやヨウムなどよりさらに低くまさにロリッコちゃん。俗にズンボウと呼ばれるナイトキャップをかぶっています。通称ドアノブカバーと言われてるんだぞ。実際書くときにドアノブを模写すればうまく書けたりするようですよ。チキンの持つところでもいけそう。服の色は白の強いピンクで、周囲を赤いリボンで締めていますね。結び目は右側で、白い線が1本入っています。エイヤ賞では吸血鬼らしい牙を覗かせているのがまたチャームポイントだよな。服はどんな時も同じ服ということはなく、パジャマやパーティー用の衣装、水着なども持っていますよ。暴月賞ではおしゃれなパーティー服を着ていて、これは二次創作アプリではありますが東方ロストワードでも使われています。降臨道では普段と違う通称イカ帽子も披露しています。それにしてもすぐにずれ落ちそうだけど大丈夫なのか？ボンドで貼り付けてるらしいですよ。適当なこと言うんじゃありません。ではズネ人気ランキング第5位は薬人様のひなです。神様と言っているが、信仰はされていなく野生の神様で妖怪に近い存在なんだぜ。彼女は薬を集める薬人様で、人のところに薬が行かないように見張ってくれているのですが、その溜まった薬は目に見えるほどに強大で、近くにいるだけで薬を受けてしまうので、ひなと出会っても近づく人はいません。本当はいい子なのに、かなりの不遇キャラなんだよな。ちなみにダブルスポイラーでの二つ名はエンガチョマスター。二つ名ぐらいもっとかっこいいのにしてあげて。群を抜いて派手な格好をしているのですが、ズンさん曰く彼女の服装はゴスロリを意識したとのこと。髪を前でリボンを留める発想がすごいぜ。服はいわゆるワンピース状で、襟は白、それ以外は赤を基調としています。袖はパフスリーブの半袖、襟は三角形で腹部にまで垂れていますよ。
スカート部分は真ん中よりやや下あたりで色が分かれていて、上部分はほぼ黒に近い赤、下部分は純色の赤となっていますね。裾には白いフリルがついているのもおしゃれポイント。スカートに、役の字を崩したような模様が入っているのも、神主のこだわりでしょうね。本当だ、よく見ると役という字が入っているな。レイム部長は初めて見た時3時の眉毛だと思いました。よくそこにたどり着いたね。また幻想郷では珍しくブーツも履いていてかなりのおしゃれさん。フリフリキャラは最近ではあまり出てこないので、服の差別化ができたことも人気の要因でしょう。やはりズンへのヒナの可愛さは不遇なキャラとは思えないほどのあの笑顔ですね。ああ、痛みを知ってるめちゃくちゃいい子なのがわかる。ちなみにヒナは2ボスの中では初めてボロ絵が見れる2ボスなのです。あとヒナといえば、原作でもバッドアップルでもくるくる回っていますが、これの意味がついにわかりました。おお、一体ヒナのくるくるは何なんだ？あそこまで設定が不遇ならこれはさすがに何か素晴らしい意味があるだろ。神主曰く彼女が回転している理由について特に意味はないらしいです。いやあんたが爆発するの？それではズンへ人気ランキング第4位は、精錬戦後面ボストラマル将の部下にして本物の毘沙門天の部下でもあるナズーリンです。彼女は毘沙門天の代理として信仰を集める将の監視役を任されていますよ。ナズーリンは喫水のダウザーでもあるんだぜ。ちなみにダウザーとはダウジング、つまり地下水や貴金属の鉱脈などを棒や振り子を使い探す技を行う人のことだ。私もナズーリンにダウンジングをお願いしたいんですよ。冷戦のパンティのダウジングをオカルトボールを7つ集めてください。上司の将はしっかり者で文句なしの業務を果たしているのですが、物をよくなくすことが多く、毘沙門天からもらった宝刀をなくしてしまったら、それをナズーリンに探しに行ってもらうことが多いのですよ。賢いだけでなく、話の筋に関わっているという東方の一面ボスにしては珍しいキャラ。立ち絵も素晴らしいがセリフも意外とかっこいいんだぜ。頭には丸いネズミ身が生えていて、腰からはネズミの長い尻尾があり、その先に子ネズミたちの入ったバスケットを吊るしていますね。あれがナズのチャームポイントの一つだよな。先の方が切り抜かれた斬新なセミロングスカートを着用していますよ。肩には水色のケープを羽織り、首からはペンデュラムを下げていますね。その両腕には鍵型をしたダウジングロッドを2本持ち、ロッドの右側の先端に W と N、左側の先端に E と S の文字がついていて、これらはウェスト、ノース、イースト、サウスと方角を示しているんですよ。へえ、それは知らなかったぜ。さすがはレイム部長、めちゃくちゃわかりやすいぜ。そして一面ボスでは珍しく5面中ボスとして再登場します。通称宝刀ナズと言われていて、坊主が可愛くてこちらの立ち絵がすごく人気が高いですね。凛々しさもありながら可愛さもあるところがこの宝刀ナズーリンの良さだぜ。宝刀を持ってない方の手が後ろにあってダウンジングを持っていることがわかります。あと尻尾のネズミがこちらを向いているのがチャームポイントでしょう。なかなか大きいネズミを持ち上げているなんて相当尻尾を鍛えていると見た。いや少年期の悟空とちゃうねん。さらに、思いつくと頭上に穴開きチーズが浮かぶ描写がされるのですが、これも可愛いんですよ。ちなみにあのチーズはベビーチーズらしいです。ベビーチーズはまだ幻想郷に来ません。それではズンへ人気ランキング第3位は、冥界にある白翼楼の管理者である亡霊の少女の西洋寺家のお嬢様である西洋寺ゆゆ子です。冥界の白翼楼に住む亡霊で、ヨーヨームの異変春節異変の主犯にして6面ボスでもあるんだぜ。彼女は幽霊を統率できる死を操る程度の能力を持っています。生前の記憶は失っていますが、能力を厭うこともなくなり現在は楽しくヨウムとのんびり過ごしています。捉えどころのない性格を持ち、その真意がつかみにくく、従者であるコンパクヨウムはいつも悩まされていますよ。わかりやすいようで、かなりつかめないキャラでもあるよな。東方暴月賞ではとても賢い妖怪の役もランすら翻弄されていたし。そんなゆゆ子の特徴はピンク髪のミディアムヘアに水色と白を基調としたフリフリっぽいロリータ風の着物にズンボーといういでたち。帽子の三角の形をした布がなんとなく幽霊を想起してしまうぜ。ヨーヨームの立ち絵もとても人気があり、他の立ち絵に比べると顔が幼いところがいいですね。着ている着物は作品ごとに変わっていて、作品のテーマである異変に基づいているとのこと。靴は青いリボンのついたパンプスを履いていて、靴もまた作品ごとに変わっていることがわかります。また、周りには小さな幽霊が数体浮かんでいるぜ。ゆゆ子はあれを非常食としているようですよ。あれ食べれたの？また、新霊廟ではまさかの一面ボスでの再登場。元ラスボスとのいきなりの遭遇に度肝を抜かれたプレイヤーも多いでしょう。元6面ボスで、カリスマ性を持っているだけあって、撃破されても衣装がボロボロにならない上、業務でプレイした時のセリフから単なる暇つぶしのようです。
さらに異変の場所を尋ねるとどういうわけか、その場所を知っているという不思議な一面も見せているよな。アンケートではこちらの立ち絵の方が人気がありますね。周りのキャラより少し大人っぽい感じが伝わってきて美人なのがわかる立ち絵になってます。今までの立ち絵は腕を組んでいないけど、腕を組んで登場しているところやはり一面ボスなのに風格が違うことがわかるぜ。私は絵はあまり描かないのですが、髪を描くことはおそらくかなり大変でしょう。しかしピンク髪のミディアムヘアがうまくウェーブを表現していて完成度が高く、ズンさんの絵の上達もわかりますね。ぜひ私のズン絵も描いてほしいですよ。できればヤチ絵に拷問かけられてるところがいいね。トラウマ掘り返してこないで。それではズン絵人気ランキング第2位は東方プロジェクトの楽園の素敵な巫女の白霊霊夢です。まあラスト残ってるからね。間違いなくマリサが1位だな。見本のようなフラグ回収。彼女は幻想郷と外の世界の境目に位置する白霊神社の巫女さん。結界の管理、妖怪退治、異変の解決を生りとしていて、実はスペルカードルールの制定者でもあるんですよ。単純で裏表のない性格であり、喜怒哀楽が激しい少女です。人間妖怪を問わず引きつける不思議な雰囲気の持ち主でもあるんだぜ。普段は神社でお茶を飲んだり、掃除をしているふりをしています。あっくりなのね。ちなみにこれらの衣服や道具は毎回森近凛之介に作ってもらっていますが、デザインはどちらがやっているかはわかっていませんね。ちなみに霊夢のお払い棒も凛之介が作っているぞ。もう一つのメインウェポンである針については小笠が整備してくれています。基本的な衣装は袖がなく、肩脇の露出した赤い巫女服、髪型も作品ごとに異なるため、ストレートウェーブ、ロングショートなど各人の好みに委ねられてますね。霊夢は主人公なだけあって全ての作品に出ている分立ち絵もたくさんあり、人気がかなり分散されていました。調べた結果では、高魔教、青蓮戦、奇形獣が人気でした。高魔教はボブカットになっていて、最近の髪型は伸ばしているから珍しい髪型なんだよな。そう、あと決めポーズの左手を上げてキリッとした表情は歴代の中でもかなりかっこいいですね。そして青蓮戦霊夢は鼻がちょこんとあって可愛いというコメントがありました。そう聞くとなんかわかる気がする。青蓮戦は謎の飛行物体を追いかけるストーリーなだけあって、立ち絵エフェクトに UFO があるのも魅力です。奇形獣では動物霊が取り付くことで性格が変わることから表情豊かなところが人気の理由でしょう。あと左手の指がかっこいいぜ。動物に関するストーリーなのか服に犬の足跡のような模様が入っていますね。これは私の推測ですが、奇形獣の一つ前の作品が白霊神社の狛犬、狛のアウンが東方天空ショーで登場したので、アウンが霊夢のために服のデザインをしたのかと。ああ、確かにそれはありえそうだな。それにしても霊さんはどの立ち絵も美人ですよね。つまり分身にあたる霊夢部長も美人というわけですか。ポジティブ思考の天才かよ。それではズン絵人気ランキング栄えある第1位は、冥界の白翼楼に住む剣術指南役剣庭師の魂魄用夢です。本日2回目の爆破。ちなみにマリサは霊夢の立ち絵の方が人気あるのか、感受伝マリサのインパクトが強すぎたっぽいですね。いやいや感受伝マリサめちゃくちゃ可愛いけどね。霊夢の種族は人間と幽霊のハーフです。とは言っても人間と幽霊の子供ではなく、半人半霊体質の種族ということですよ。剣士としてのイラストが多くやや忘れられがちですが、本業は庭師ですので注意してくださいね。書籍文化庁によれば、休みも給金ももらったことがないらしいです。性格はざっとまとめると従者らしく真面目ですが、やや天然な部分があり未熟な性格ですね。ちなみに、半人半霊のくせにお化けなどの怖いものが大の苦手。ゴーストにゴーストは効果は抜群だ。さすがは人気投票ランキングでも1位なだけあってズン絵でも圧倒的な人気でした。特に新霊病用夢が人気です。新霊病からは絵のタッチがかなり変わったよな。あと引き組はみんな横を向いているのに用夢だけはなぜか正面を向いています。妙なところで優遇されるみょんちゃん。銀色または白色の髪をボブカットにし、黒いリボンをつけているようです。作品によってはやや長めに髪の毛が描かれることもあるようです。白いシャツに青緑色のベストを好んで着ていますよ。下半身は短めの動きやすいスカートからドロワーズが覗いていて、白の靴下に黒い靴か草履を着用。胸元には黒い蝶ネクタイをつけているのが特徴ですよ。ベストやスカートには霊魂を模した絵が描かれているのも特徴だよな。ちなみに、奇形獣では霊魂をアレンジした絵に変更されていますね。また用夢の良さといえば二刀流の剣もかっこいいところでしょう。なぎなた老漢剣と担当白老剣を操り、老漢剣は一振りで幽霊10匹分の殺傷力を持ち、白老剣は切られたものの迷いを断つことができるとされているぞ。海江塚ではストーリーの関係上珍しく白老剣をメインウェポンとしていますよ。また奇形獣ではいつでも切りかかれそうな立ち絵でかっこいいですね。特に真面目なみょんちゃんではあまり見られないニヤニヤしている表情があるんですよ。さて、今回はここまでにします。視聴者さんの好きなズン絵があれば教えてくれよな。皆さんここまで受講ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。